こんばんは。日韓夫婦日本の母ちゃんちーちゃんです。前回に続き2回目のエッセイです。今日は私が韓国に住んで感じたことと、韓国で私の生活スタイルについて話してみようと思います。私が韓国に住んでいるというと、周りの人から聞かれる質問の一つに、反日感情で大変なことはないかということです。ちょうど昨年から日韓関係が急速に悪化し、両国の国民もお互いに向けた否定的な感情が増えています。でも私は周りからいつも優しくしてもらって、いつも感謝をしています。私は個人的に韓国人が日本を見る2つの視線があると感じました。1つ目の視線は、もちろん歴史、政治分野における否定的なことですが、2つ目の視線は、日本の国民性、親切さなど肯定的なイメージもあります。一人の人間にこのような2つの視線が盛り込まれていると感じました。両国ともお互いを極度に嫌悪する人もいますが、多くの人は微妙な否定的感情を抱いているようです。もちろんその感情が韓国の方が少し強いとは思います。そういう状況の中でも、私は韓国生活中、日本のことが嫌いな感情で苦労したことはありませんでした。私の家にいらっしゃる郵便局のおじさんはいつも明るい姿でお話をしてくださり、青果店では私を特別に気に入ってくれたおばさんがいて、いつも私に可愛いねと言ってものすごい量の果物をおまけしてくれます。韓国では日本とは違う優しさがあります。そんな独特な温かさを韓国人は情と呼びます。日本での優しさが適当なプライバシーを守り、相手を思いやる優しさなら、韓国での優しさは私が属している行動体に対する人間的な温かさの優しさです。今もちーちゃんダイアリーにコメントを送ってくださる韓国の方々の温かい情が感じられて、いつも気持ちよく読んでいます。なので日韓の政治的問題があっても、個人間での嫌悪感はこれ以上悪化しないように願いたいです。韓国は外国人が住みやすい国です。安い交通費で市内をいくらでも回ることができ、すべてが分散化されていて、仕事の処理が効率的で早いです。国民のための公共サービスもいい方だと思います。今回私たちが日本から韓国に入国し、2週間自宅隔離をしていますが、区役所から送られたご飯、飲み水、カレーなどの食料品とマスク、体温計などのものを送っていただき、本当に丁寧に配慮されていると感じました。しかし、いざ韓国に住むと大変なこともあります。それはまさに韓国の高い住宅価格です。この 3,4 年で韓国の大都会のマンション価格は最大 3,40% まで暴騰しました。特に私たちはまだ無住宅者なので、この状況が生活にすごく負担になる状況です。
日本の東京も住宅価格が高いけど、韓国のように住宅価格の上昇の幅が速くはないです。こんな高い住宅価格と負担感で、これから韓国でミニマリストを実践し、持たない習慣を身につけようと思います。ミニマリストを実践すると、コストを削減できるだけではなく、汚れたものの整理によるストレスを減らし、時間も節約できるからです。そして保険のようなリスクに備える金融商品は実費保険を除いてなくそうと思います。私は最高の保険は運動だと思います。なので健康的な食事を中心に、余った時間にはたくさん歩こうと思います。これから社会がますます高齢化しながら、我々にとって危険なのは、交通事故のような突然の事故よりも成人病にかかる確率がはるかに高いと思います。そのため運動を最大限ルーティン化することが重要です。そして食事の残飯はほとんどないようにしています。韓国に来て驚いたことの一つ、それはご飯とおかずをたくさん残すことでした。しかし日本ではおかずを残すことはほとんどありません。食堂に行っても韓国ではおかずを無料に追加してくれ、日本人にとっては本当にいいサービスですが、おかずを残す場面をよく見ました。おかずが余れば食材の費用ももったいないですが、生ゴミを捨てる行為も面倒になります。なのでノアには幼い頃から食べ物を残さない習慣をつけたいです。韓国と日本は本当に近くて遠い国、本当に似ていながら違う国だと思います。同じ東洋人で似たような食べ物を食べて、言語もこんなに似た国はないけど、韓国に住むほど日本との違いを感じます。でも韓国に住むか日本に住むかというより重要なのは、どこに住んでも自分に合ったコアバリューを追求すればいいということです。ミニマリストは私が追求する核心価値なので、これからもずっと実践していこうと思います。特に今のように経済が不確実な状況で不必要なものを捨てられる知恵は、これから先の残る私たちの人生に大きな資産になるのではないかと思います。久しぶりに韓国の家に帰ってきたら、捨てるものがたくさん見えました。自宅隔離期間が終わったら、すぐにリサイクル回収箱に持っていかないとね。それでは今日のエッセイはこれで終わります。今日も視聴していただきありがとうございます。それではおやすみなさい。